テキラドダジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説、11月のクランリーグですね。やっていきたいと思います。Day1。対戦相手はフレックスという韓国のクランでした。初戦からね、星1もなく40点とかなりいいスタートが切れたんじゃないでしょうか。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。今月はね、僕もね、そこそこ前回が取れた月で、世界大会前にね、結構いい感じに、僕の方もね、前回が取れるような感じになってまいりましたということで、出ないんだけどね。さあ、ひろやすさん、クイヒーディガホグ、突撃艦を3時に置きつつ、突撃艦でマルチ IT を降りつつ、クイヒーにかかるね、ものを削ってったイメージなんですが、ディガホグにおいて突撃艦使うのはだいぶ珍しいパターンですね。10日弊社かドリルのどっちか、もしくはシューターを使うのが結構一般的かなっていうようなイメージなんですけど、デメリットとしては当然ですが、キングが使えなくなるっていうところですね。サイドカット、間違えた。サイドカットのキングのみでサイドカットしなきゃいけないっていうところですね。10日弊社が普段は結構大きなサイドカットのね、補助をしてくれてるんですけど、そこがなくなるので、キングのみのサイドカットで足りるようなルートっていうのを作ってあげる必要があります。さあ、クイヒー援軍と当たりながらのディガホグ展開、こちらポイズンもしっかり打ちつつ、2枚目のレイジもクイヒーの方を受けてるのと、見習いオーデンついてるのがでかかったですね。今はちょっとね、ディガホグの方逸れてしまってるのが見えますかね。ディガーの方に完全に見習いオーデンスイッチしちゃったんですけど、援軍と当たるような火力の高いところで、しっかり見習いオーデンをつけてることでカバーするみたいな意味合いですね。キングの方もこれはフィストを残した同郷で、9時の方ここでようやく発動というので、サイドカットにかかる負担がだいぶ少ないですよっていうところを今回、キングこれでいいよねっていうような、兵器使っちゃっていいよねっていう判断基準の一つですね。グイヒーの方もギリギリのところのインビジブルでクロークを保ちつつ、ここでクローク。残りフリーズ2枚持った状況、投石クイーンが安牌かな。そうですね。あとはクイヒーを延命するかどうかの判断を見ながらなんですが、今回は、ディガーでタゲは取れてたんですが、安全をしっかり取りに行って、クイーンの方を延命しつつ、ロイヤルチャンピオンの方も貫通。どっちかっていうと、ディガホグの方でも、フリーズいらないかなっていう判断でクイヒーを延命した方な気がしますね、これは。ディガーも結構いたっていうところと、ロイちゃん能力残ってなかったんで、今回落ちてしまいましたが、キング単体のサイドカットでこうしてね、リスト使った後もね、こうやって仕事してますからね。判断基準の一つとして、キングのみでサイドカットが可能かどうかみたいなところはね、10日弊社以外の兵器を使う上でのね、判断基準になるので、そういった条件を、自分の中の基準でクリアしてたからこその突撃艦採用という形ですかね。ナイス展開か、さあ、スタドラキュイヒーホゲ。ちょっとね、デイ1で言うことじゃないかもしれないんですけど、スタドラさんの方が、クラクラの方をご引退なされるようでね、来月からはちょっとメンバー交代ということで、メンバー外れる形になりました。結論言っちゃうと、彼ビリなんで最下位入ったんで結局それもあれなんですけども、GS の方でもね、活動の方を引退が発表してまして、クラクラじゃないところでもっと力を入れていくっていうところですね。さあ、赤羽くんも見えつつ、クイヒー。ドリルをキングのサポートにさしつつ、ウォールブレーカーとかもあるので、キングのための穴開けはここら辺入れていかないのかな、まだ。ドリルで穴開けですね。うまい。なるほど。強いね。これでもう一回ドリルが穴開けしつつ、キングとドリルの方で投石エリアを突破することができると。強いっすね、このクイヒルと。で、当然ヒーラーの方もね、結構ダメージ上がってきてたので、ここは一度フリーズ重ねつつ、援軍はこれ、ポイズン打っちゃってもいいですね。いいポイズンだと思います。多分中身イエティとかだと思うんで。いいドリルですね。ストライカー刺してロイヤルチャンピオンにもね、被弾入れれるような形を取りつつ、どうだろう、フリーズが、アイゴレのフリーズがどんどん入るので、ロイヤルチャンピオンを触れてるのかどうか微妙なラインですが、フェニックスが触ることができましたね。さあ、下からスケルトンの呪文を置きつつ、ホグパート、スタート、レイジからのトームまで行くかな？行かない。行かない。ウォーデンどっか行っちゃったよ。ウォーデンとホグが完全に離れ離れになってしまいました。トーム打つのも結構ありだったかなって感じですね。ただストライカーも出せてなかったので、トームポイントとしてちょっと、打つタイミング失っちゃったよって感じかな。さあ、追加のホグと合わせて、ここは投石に合わせて、トームをかけていきます。
まあ残しちゃったならね、残しちゃったなりに一番強い使い方をしてあげるべきで、今回の場合は結構サイドの方に防衛施設も残ってるんですけど、まあトームに合わせてホグ全部重ねた方が強いなという判断で、サイド、なんかね、こういうアーチャータワーとか大砲に出すんじゃなくて、固めて出してホグトームに合わせるっていうやり方を、まあリカバリーとしてやってるんじゃないかなと思います。まあそれはいい判断ですね。まあ無駄になってしまうような感じになったトームをここで温存、まあなんか一番いい利用をするという形。ホグを外周部流すだけだとロイちゃんにしかホームかかんないんでね。本体ホグとして利用したって形でした。さあ、ガク、クイヒー、ホグ。まあさっきのスタドラと同じような編成ですね。3時にシューターポーンと置いて、ヒーラー出したら手伝いが出てきたので、ここはすかさずバルーンで処理を行います。うん。強いね。ちょっとヒーラー撃たれたのが嫌だけど。さあ、インビジブルかけることで、ここは、クイヒーの方を誘導しつつ、フリーズまでかけてって、ポイズン、なんだろう、これ。ちょっと、火力が高くなりそうと感じたところだったのかな。さあ、ちょっとヒーラーの方に、ポイズンタワーのダメージが入っていくのと、解けないといいけど、ユニコーンもこれで落ちたので、火力高いね、これは。フリーズクローク、同時かぶり。結構珍しいですね。全部が後手になってしまってる印象ですが、リカバリー力の高さはね、クラクラ界随一ですからね、額は。さあ、ストライカーも合わせてロイヤルチャンピオン一発入れたので、ここはロイちゃんの処理も自由にやれると。援軍の方も、これはシングル IT ギリギリなんですけど、かからないところでアイスゴーレム。これはいい処理ができますね。今のホグも多分援軍釣りなのか、まあトラップ、まあトルネードとかのケアだったのかわかんないけど、若干遅れてるところが気になりますが、ここは逆に早いステルトン。ちょっとだけ額っぽくないようなアタックも珍しく出てるなって印象ですが、さあここから下からホグウィズパート展開していきます。そうだね。スケルトンの効果は切れてしまったんですが、レイジクイヒーの方でしっかり落とすことができました。マルチ IT 残りそうですかね。ちょっと浮いて残ってしまっているところ、ここはしっかりクイヒーの方をレイジ選択していきます。奥の投石機がこの壁中から撃てるっていうのはでかいですかね。撃てないんだったらクイヒーではなく、ホグの方にレイジを回してトームして、クイヒーの方はもう見捨てる感じにするのが良かったかなって感じ。今回は撃てるのでクイヒーの方を活かしてったっていう選択基準だと思います。さあ、かなりモノリスからターゲットを受けてたところ、ロイヤルチャンピオンを守るためのトームを入れつつ、外周部は通常ホグライダーで施設を突破。ここもシングル IT ですが、先に突破できる。気づけば余裕の全開になぜかなっていると。結構ね、後手に回ってしまったアタックでしたね。ただ、プランが良かったのと、立て直しがね、しっかりしてましたね。クイヒー入ってからも落とさない。ちょっとね、ガクにしては珍しく、そんなにいいアタックできなかったかなってあえて言っちゃうんですけど。でも前回取ってんのはさすがですね。さあ、キャスリーさんもクイヒーホグということで、今季もクイヒーホグは非常に強い編成として活躍中ですね。結構このタイプの突撃艦をやるときは、スーサイドラバルとかでもね、使われることが多いような突イエティから入っていきましたが、クイヒーでやっていく面白い、どういうやり方していくんでしょうか。さあ、キングの方も処理していって、結構ね、壊した施設の量に関して言えば、だいぶ壊されてますからね。6時はキング。なるほど。戻すのかな。オールブレーカーも一応3枚持ってきてるんだけど、なんかレジェンド編成そのままとかだとね、この、あれも使わなそうだからね。1枚見えたんで、もう1枚。特に対空砲も近いところなので。結構多分ここはもうないと思うんで、クロスのところかな、あったとしても。なので、角度変えて、6時側から投げるとかありだったっすね。さあ、トルネと、クロスの奥のところでトラップが解除できてるので、これ非常にいい形になりましたね。さあ、援軍釣りのホグも投げつつ、ピストの方でこれは援軍も軽く出てきてます。さあ、モノリス捕まりながらの援軍処理、フリーズはちょっと外してしまいましたね。フリーズ外したんだけどなんか強いぞ。モノリスと投石のダメージが入ってるって感じか。
さあ、投石の方もキングはこれ落とすことができるでしょうか。さあ、通常、じゃないや、スーパーホグが3時の方からスタート、クイヒー戻って、レイジインビジブル当然ですね。ちょっと投石落とせなそうかな。どうだろう。ここでトームを一気にかけていきます。うん。ちょっと落とせなかったんですけど、ホグの方が戻りましたね。さあ、スケルトンとフリーズ、ちょっとここはスケルトンでね、モノリスのターゲットを取る方が間に合わなかったので、フリーズからのスケルトン、これでクイーンとモノリスのターゲットを取ってくれてる間に、クイヒーの方で内側入っていきたいですね。さあ、もうこうなってしまっては呪文がないので、残りはロイヤルチャンピオンの突破力にかけるしかないんですが、ここは一瞬のクイーンクロークで、クイーンプラスモノリスまで突破させていきます。さあ、ロイヤルチャンピオンも能力ないんですけど、これ全開まで行くんだ。すごいね。さあ、裏からなんかウォールブレーカードカドカやってきまして、やはりこれは持ってくる理由はなかったものかな。さあ、ロイヤルチャンピオンが投石のところ突破しつつ、この投石区画が結構シューター対策用になってて、迫撃砲が2本っていうのが、この配置の弱点でしたかね。結構投石区画って火力も高いことが多いんですが、迫撃砲2本だと、能力失ったロイヤルチャンピオンでも突破することができるということで、まあ、ウォーデンのね、ライフオーラも込みですが、これはなんとか押し切っての旋回です。ガーサス。さあ、クラウス。5-2ですね。5-2天才ラバル。シューターを一応セットはしてます。うん。まあ、結構ランチャーをやることの多そうな削りから入りましたが、どうでしょう。まあ、12時の方、ランチャーに切り替わりましたね、さすがに。上の方にキングクイーン合流しつつ、ウッドランチャーをここにぶつけていくような、まあ、いわゆるオーソドックスな天才ラバルになるかなというところ。ここまで結構シューター対策をしてるような配置で、迫撃砲が2本ね、近い感じで置かれてますよね。まあ、そういったところは火力が低くなるので、まあ、ヒーローのも伸ばしやすくなるというところをしっかりね、さっきのアタックもそうですが、同じような感じで、V 比ではなく、単体のね、スーサイドでクイーン動かしてるだけですね。そしてゴーレムでターゲット取れたのを確認してから、ここからウッドランチャーを刺していきます。強いね。巨爆の方もクイーンの方で解除ができたし、第1クロスのサポートもできたと。大工の方も1本、そのうちに、これクイーンも合流できて、9時の方はホグビズカットでサポート入れていきます。この辺も丁寧だね。さあ、援軍と当たるところ、エレクトロタイタンも入ってるので、どんな援軍であってもある程度対応ができるような工夫をしていたと。これ、バカ強いな。キング。しかもゴーレムもいるんだよな、さ。下からラバルパートスタートでロイヤルチャンピオンのターゲットが入らないような形を取りつつ、まだまだクイーンの盾としてエレクトロタイタンが働いてくれているロイヤルチャンピオンも能力残っている。ここは早くもトームかけている。一応フリーズが2発あるので、トルネードとか出ても、まあフリーズでタウンホールはケアしつつ、クイーンはクローク。これタウンホールケアすると、を突破すると、ロイヤルチャンピオンで真ん中マルチをケアできるような形になるんですよね。しかもクイーンこれ、対地クロスまで伸びたな。いや、強すぎだね。普通の人がやるともっとこんな余裕出ないっすね。圧倒的全開。多分ね、僕がやってもね、ギリギリ全開になるかどうかレベルのね、アタックになると思うんですけど、今のアタックって。まあ、プランは当然ね、めちゃくちゃいいアタックだったんですが、あんなにの余裕がね、出ないですね、多分。上手い人がやってもね、あんな余裕はね、出ないっすね。61天才、弟子さん。弟子さんの天才ラバルあんま見た記憶がないんだけど。でも結構ね、ランチャー型じゃないようなやり方が多い印象ですけど。そういう系ね。そういう系は結構やってるかも。ただ、初手トームでぶっ飛ばしていくようなやり方です。投石区画まで飛ばしていって、結構ヒーローを伸ばしていくようなスーサイドは、まあ、ある程度やってるのは見たことあるなって感じですが、しっかりタウンホールの方もケアしつつ、まあ、その辺にある防衛施設も一緒に壊せればいいなって感じ。ただ、対地クロスのところまでバルーンが気づけば侵入していまして、落とすことができましたと。バカ強い。3時の、じゃないや、6時の方とかもね、回収ユニット出すだけで、すごい破壊率伸ばせますね。アーチャーとかも
もう使い切っちゃってるんであれですが。うん、ガーゴイル一体で。しばらく回収できますね、これ。まあ、アイゴレキングとか適当に差し込んで合流しつつ、まあ、ラバルパートは基本は9時から行くんじゃないかなと思うんだけど、真ん中マルチロイちゃん刺すんかな、これは。スーパーバーバリアンも追加でどんどん出していくような感じになりそうですかね。さあ、ウォールブレーカー1枚、いい流れ。外周部、大砲にもスーパーバーバリアン当てていいですね。うまい。さあ、これでマルチ IT も打てるようになりました。キングの方でね。内側のマルチの方は打てないんで、ロイちゃん多分この安いあたりからポーンと来るんじゃないかなと思うんですけど。上か。普通に上なんだ。下から合流して、ここから合流して、最終地点をここに設定するか、スケルトンロイちゃんをもう普通に差し込んで、こういうやり方をするかの2択。その場合、マルチ IT が残るって感じだね。どっちを重く見るかなんですけど、ロイちゃんにフリーズ打ちまくってますね。さあ、9時にヘイストかけていって、モノリスのケア、ロイヤルチャンピオン、ここでブーメラン、クロークも合わせて、対1クロスまで追っていく。このプランを、このやり方するなら、マルチ IT はもう最終地点に設計するようなイメージですね。今回みたいに。ロイヤルチャンピオンが今回は、多分想定よりも余力が残って突破することができてるんじゃないかな。テスラがなかったっていうのもでかいですし、リクスケとかに捕まった感じもなかったし、ロイちゃんの処理もスムーズにできましたからね、ストライカーと。フリーズ2本使ったのは大きいんですけど。さあ、これもいい全開ですね。デッサンも強いね。デッサンうまいね。バーサス。さあ、森尾さん、クイヒーホグ。クイヒーホグもね、人気ですね。天才ラバルとクイヒーホグがやっぱりレジェンドリーグは人気の戦術なので、そういった戦術がクランリーグでも使われてるって感じですかね。ヒーラーをまずは出すことができないので、大空砲近いっていうところでね、ある程度タンクさせつつ、そろそろヒーラー出していきたいところをギリギリまで引きつけて、もう一枚ホーミングチェック入れたらいいかな。ロスに向けて。そうですね。いいタイミング。サイドカット、バルキリーも当てて、リクスケルトンはバルキリーが処理してくれます。ドリルも差し込みつつ、ウォールブレーカー、いいタイミング。援軍の方はキングで取れそうですね。このバルーンもいいね。さらにウォールブレーカーなんですけど、よくわかんなかったところついたので、もう1枚出し直しになるんですが、本来どっち焼けを狙ってるかがわかんないですね、これは。9時に普通に投げたんですけど、これクラッチを狙ってる可能性も両方あるからね。どっちのプランだったのかわかんないけど。投石まではフェニックスで落とせそうかな。大工がうざい。頑張れフェニックス。フェニックス。フェニックス。残せない。無理だな。しっかり見えてね。無理だなと判断した瞬間に通常ホグ差し込んで、ストライカーも合わせて一気のトームをそろそろ狙ってそう、巨爆も見えての一気のトームからのレイジ。これはもうタウンホールの方は爆破に合わせるっていうようなイメージじゃないですね。トームで全てのユニットを無敵化させて、とりあえず合流して進めて。で、タウンホールを打つときにしっかりレイジが乗ってるかどうかって大事なんで、このレイジ大事ですよ。さあ、スケルトンの呪文を置きつつ、なんかレイジが残ってるので、通常ホグにレイジをかけてモノリスを折らせに行きつつ、ロイヤルチャンピオン、ブーメラン。なんかちょっと、プランじゃなさそうな雰囲気も、地味なリカバリがちょいちょい入ってるんですけど、これも余裕の全開ですね。ナイス全開。すげえな。みんなうまいね。さあ、自分のアタックですね。クイヒーラバル。思い出しました。3時にね、キングを入れつつ、ウッドランチャーで奥のイーグル砲を狙うような感じですね。結構僕は攻めたの後ろの方ではあったんですけど、残ってた位置が結構対策陣みたいなのがいくつかあったんですよね。その中でちょっと、久しぶりにダウンホール15対策陣自体がね、久しぶりだしね、ちょっとやっていくかって感じで。結構ね、ストライカータゲられないためのね、フィスト早めだったんですけど、それでもストライカータゲられちゃったところはちょっとミスプレイかなというところ。そして、
6時の方をイエティとジャイビズの方でカットしつつ、アーチャーまで添えてますね。これ、クイヒーがね、後々ね、6時の方をね、広がらないような意味合いも結構あります。まあ、ストライカーとかも刺しつつ、ヨットランチャーもかなりいいルートで、イーグルの方まで届きまして、いい流れ。これ、援軍どうしようかすげえ悩んだんですよね。中身でね、イエティにするか、まあ、スーパードラゴンとか入れるのも結構ありだなと思ってて、対空砲が結局邪魔になっちゃうからやめたんだけど、結構それもありだったんだよね。6時の方もね、イエティとジャイビズの方でカットができてて、空飛のためのルートもこれ綺麗に作れましたよね。まあ、やりたかったことほぼパーフェクトにできたかな。悩んでたのは、まあ、援軍の中身でイエティ入れたんですけど、そこだけちょっと検討の余地ありって感じかな。これだけ見ちゃうと、まあ、エレクトロタイタン入れる時のデメリットで、キングが潰れて、ちょっとトルネードかね、引いてね、下振れた時に、イーグルまでウッドランチャーの中身が届かなくて折れないっていうパターンがあるので、まあ、一応こういうね、イエティ採用しました。しっかりこれはクイヒーの方はギリギリまで HP コントロールして、インビジブルからのクロークなんだけど、トルネードでタウンホールのターゲットがずれてしまいます。ここまで打って大工に変えるんだよ。これふざけてるよね、マジ。で、タウンホール落として、突然の芝フリーズ。ふざけんなってね。まあ、マルチ IT と対空砲にフリーズかけて、ここヘイストで一気に押し切るつもりだったんだけど、この芝フリーズ相当でかいですね。バルーン全滅します。未だにね、切り替えが、切り替わってないっていうの結構ね、できてしまうんですよね。結構ね、クラクラ自体を久々にすると、こういう、プランと違うところでのミスとかもね、結構起きちゃうね。特に Day1 なので、本当に久しぶりにクラクラやったなって感じなので。プランリーグ2日目以降だとね、ある程度、こういったところも、感覚みたいなのが戻るんだけど、まあなんとか取れてよかったですね。まあ元のプランがある程度良かったのかな。まあ、ある程度、ケアをしっかり、まあ安牌のイエティ入れたけど、上振れ狙うなら別の中身入れるのもありって感じだったかな。まあ、選択肢としては、スーパードラゴンとか、エレクトロタイタンとか、なんか、スーパーガーゴイルとかもありだし、なんかいろいろ結構できそうなことは多かったなって感じですが、ちょっとプレイングの方でね、ミスも出てしまったって感じでしたかね。さあ、61天才、ホッサンです。だからこういう、なんか対策陣みたいな配置がちょこちょこ残ってたっていう感じですね。さあ、ここは対地クロスボウマルチ IT レイジターンのところをまず天才で落としつつ、突撃艦を投げ込んでいきました。さあ、トルネードも見えて、いろいろ見えて、レイジを置いていく。これどうなんだろうね。もともとここで撃つつもりだったのかどうなのか。若干遅れて撃ってったんだけど、仕事は完璧にこなしていきました。まあ、なしで折れんならなしでいこうかなぐらいの感覚だったかもしんないね。即打ちじゃなかったから。さあ、そしてこのボーラーを使って、後ろの大工小屋っていうのを破壊しに行きましたね、今のは。これによってキングのルートを作っていくと。角度変えてしっかりストライカーでロイヤルチャンピオンの補助。これ迫撃砲にストライカーが巻き込まれないようにしっかり角度変えてますね。で、ジャイからのイエティプラスのストライカーで、キングの方を処理つつ、防衛施設の方をガン切りしてます。これによってタウンホールまでクイヒーを誘導することができて、ここもギリギリなんだけど、クローク、タウンホールまで突破することがなんとかできつつ、テスラも折れて、浮いた迫撃砲にホグ追加。さあ、キングの方もね、ルートしっかり進んでほしい方に進めてくれてるので、ここ下からですね。まあ、援軍の方が残ってしまってるので、これトームで援軍処理しっかり行っていきたいところ。さあ、一機のトームをここ見計らって撃っていくんじゃなかろうか。貯めるね。かなり貯めてここで撃っていきます。まあ、奥のマルチ IT みたいなところまでしっかりケアしに行きたいようなイメージだったかな。投石もここケアできるというところで、フリーズヒールって感じになりそうかな。はい。まあ、レイジター乗ってるので、結構打つとしては投石の方が良かったかもしれないですね。もしかしたら。さあそこから3時の方だったりを外周、単体のね、ホグライダーを追加しつつ、裏からはバルーンも追加、ロイヤルチャンピオンは能力残った状況で、気づけば防衛施設が囲まれているという状況。ロイヤルチャンピオンを落とせないと。まあ昔のホッサンらしいなんかクイーン単体でターンホールを見るようなやり方。突ウィズ自体は結構こういうやり方多かったんでね。しっかり取ってきましたね。
さあ、本日ラストアタックコマくんです。スーパーアーチャーのエレクトロタイタン編成ですね。久々に見ますね、この編成も。あんまり、おでん対決をスタートさせていきつつ、まあ、これやりたいならこのオーデンはね、必須でしたね、ドームを。さあ、ここにスーパーアーチャーですよね。入れていく。うん。まあ、タウンホールプラスで、オールがアンチに滑り込みました。マルチ IT2 本とクロスボウ2本っていうところかな。これで折れるよね。インビジブル一応残ってるんですけど、ここは打ってキングの処理しつつ、まあ、ここでさすがに諦めて、エレクトロタイタンパート。熱いよ。大工越しにアチャターン持って。さあ、援軍出てきましたよ。援軍の方も細かい援軍。美味しいね、これ。美味しいね。結構、ボムタワーとかにもダメージも入りつつ、アイスゴーレムなんかも軽く処理してくれるとありがたいけど。いい流れ。スーパーバーバリアン編成ではなくてね、エレクトロタイタン編成っていうところでヒーラーもついてるっていうのが今回はいいね。見習いウォーデンも今回使用することができてます。ウォールブレーカー1枚つけまして、このまま、ほっとくかな。穴開け自体は特にしないかな。さあもう、結局投げましたね。タイタンの方が壁を殴ってしまいそうというところで穴を開けていきました。こういうところでね、本物のウォーデンのトームとか打てたらめっちゃ強いんですけど。さあ、キングの方がここはスカイシューブ削ってるんですけど、エレクトロタイタンの方と交流をしていきつつ、ロイヤルチャンピオンを足していきました。フィスト残ってるんでね、そうですね。フィスト追加。クイーンは呪文はあるんですけど、クロークかなこうなると。クローク使ってロイちゃん突破。呪文はそうですね。クイーンよりもロイヤルチャンピオンの延命に残したっていうイメージですかね。すごくいい判断だと思います。理由としてはここでクロークで足りるからですね。クローク打っただけでここ突破することができてますよね、結局。なので、クロークの温存よりもロイヤルチャンピオンの温存の方を優先した呪文の残し方をしたんですが、そもそも呪文すらいらなかったと。状況に応じたね、クロークの判断っていうのもね、結構上手いプレイヤーとそうでないプレイヤーとの結構差が生まれやすいポイントですね。はい、というわけでね、終わりまして、40対38ということで、10前回でした。非常にいいアタックでしたね。世界大会に出場する人たちもね、ナビだったりとか、EA だったり、アーリーアタックスのメンバーっていうのも結構ふんだんに入っているところで、大会前結構仕上がってるメンバーも多いなっていうところ。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、レジの話を。さよなら。